こんにちは。多聞丸のこれ、多聞丸です。本日は前段作戦の2、3項、ノルウェー北岬沖北極海 PQ17 船団を護衛せよ戦力ゲージのパート2をお送りしたいと思います。いや寒くなってきましたが、皆さんどうお過ごしでしょうか。私の周りもね、だいぶ雪が多く積もってきてましてね、やっぱり朝の起きて行くのがだいぶ辛い季節になってきました。空母93さん、今日も初コメありがとうございます。一生やそのプレイヤーさんも初コメありがとうございます。それでは早速ね、攻略の方していきたいと思います。一応前回と引き続きの作戦になりますけども、作戦の内容もね、もう一度おさらいしたいと思いますので、今回の作戦は、水上打撃ルートを使っています。はい、最初のね、第2の戦闘出発ポイントからして、R ポイントから S ポイント、P ポイントときまして、Z マスのボスマスに行くという、最短ルートになるんですけどもね、なかなか道中で撤退するということも前回経験してますので、比較的攻略しやすいようにはなってると思うんですけど、全力でね突破するために今日はちょっと装備の方を変更してきました。それでは、早速ね臨戦の方を出していきたいと思います。メンさん、今日も初コメありがとうございます。本当にね、前段作戦も最後まで来ました。皆さんと一緒に攻略してきましたんでね、この最後まで気を抜かずに攻略していきたいと思いますので、最後までね、お付き合いいただければと思います。それでは編成をちょっと変更したということなんですけども、第一艦隊に、レーベをね、移動しています。そして、第二艦隊の方には、プリンツ運用もね、入れてあります。そして編成の方はこれなんですけども、今回はね、ボスもかなり強化されていきますので、カットイン装備をね、ベルヌにしてあります。この鶏肉には力を感じる。ターキーというのか。ハラショ前回までは連撃装備にしてたんですけども、もう今回はね、もう火力で押し切ろうと思いまして、カットイン装備になっております。そうですか。おめんさん、優遇の第2弾は大晦日になるということですね。そうですか。そうなると、あと、
まあ1週間ないですからね。私もね、もう少しで、砲弾作戦に行けるようになりますので、そこまでね、みんなも応援してくれると嬉しいなという感じではあります。はい。と、もう一つだけ変更点といいますかね、装備の方なんですけど、そうならよかった。結構寒いのよ、あの格好。そうですね、もうコトランドには、前回連撃、手法を積んでたんですけども、今回はもう野戦のね、もう支援の方に完全に回ってもらうということで、大型単焦灯、そして、ちょっとね、水上爆撃機を積んでみました。こんな感じで、あとはね、ボスマスに到達できれば、かなりいい勝負になるんじゃないかと思っております。それでは、早速ね、出撃をしていきたいと思います。なんだ、気安いな。飛行甲板は私が常に管理している。心配はいらない。いいわね。よし。はい、今日もですね、配信の方は嫌いじゃない。 1時間、くらいをめどにしております。9時くらいまでね、配信していこうと思いますけども、大体そこまでには、もう結果が出てるんじゃないかと思いますけども、まずはね、最初の出撃していきましょ前段作戦第三作戦海域。よろしい。この機動部隊は私が預かる。機関グラーフ・ツェッペリン抜病する。う。さて、対戦マス、いつ来てもね、緊張しますが、今回も大丈夫だろうというね、気持ちでよろしい。行ってみたいと思いますので、攻撃隊みんな頑張ってきてね。決裂ぞ。ちゃんと話を見てた。ごとに行ったか。よかった。ここはね、駆逐艦に行ってしまうとね、危険な香りがするんで。逃がさないから。逃しはしません。よしよし。これで突破できましたね。まずは、初戦を突破というところで、まずは一安心です。よかった。同志アドミラル、空色の巡洋艦がまた一番なのか。いや、何度でも嬉しいものさ。原章。ね、タシケント、明るい子ですからね。こちらもね、事故りやすいとこなんで、支援艦隊も出したし、みんな頑張ってきてね。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。決裂ぞ。攻撃隊出撃。フォーバーズ。出たな。警戒陣できたな。これがあるから怖いんですよね。4番艦落としたか。あとは熱気具。水上砲撃戦なら負けません。そのはずです。初段をね、かわしてくれれば
だいぶ有利に展開できるんですけども、実は結構当たらないなぁ。お、やった。本物のなやったぞ。近づけるな。ファイヤー。敵艦発見。攻撃開始。ウィ行きましょう。よし攻撃隊攻撃が当たらないね、やっぱね。うらー。よく狙って。なんか嫌な予感がしてくるな。お願い。これ4発来るな、これは。お願い、かわしてお願い。全部ばらけた。セーフ。1本ずつだったからよかったけどね、これたまに、一隻に集中しちゃいますと、大破しちゃうんですよね。危ないな。クラッツェ、私がもらっていいのかい？悪いな、みんな。そういうことだから。ちゃんとね、初段当ててくれたからね、助かりましたね。あれ、もし5隻残ってたら、ちょっと、突破できなかったかもしれないんでね。I'm glad to be able to help. doing! 何はともあれ、道中撤退だけは、なんとか避けたかったんで、よし、これでね、なるほどな。そうなんですよね。来撃が本数多いとね、それが1本や2本であればいいんですけども、4本、5本とかなりますとね、どれだけ耐久力の高い関物でもちょっと耐えられないですからね。前回は戦闘が繰り返されることに、強化されていったのか、倒すのは容易な感じではなくなってきてたんで。でも今回もね、十分準備はしてきましたので、きっとやってくれるでしょう。第4警戒国交序列で戦闘再開です。みんな頑張ってきてね。お願い。来たの？待っていたわ。ここでも存分に戦いたかったの。わかるでしょ？貴様らにも。言われても、ここは突破させてください。まずは基地航空隊ね、頑張ってくれましたね。4隻落としてくれました。すばしっこいけど、逃がさないから。空権は確保できなかったか。悪いね。ポーラもザラ級、水上砲撃戦なら負けません。そのはずで。オーラに当ててくるな。でも、もう落とした後だからね。本物のな。近づけるな。ファイヤー。攻撃隊出撃。フォーバー。敵艦よし、これでもう第1艦隊はね、一艦のみに、あとは第2艦隊を取っていきたい。出撃。フォーバー。2発とも当ててくるな。さすがボスだ。手強い。あと、第2艦隊は1隻。ここをね、取って、予選まで持ち込めれば。無駄だね。よし、大破まで来たんでね。でも、ここから粘りますからね。支援艦隊にも力を貸してもらいます。
戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん行きましょう。はっちゃん了解。潜水艦隊作戦に参加します。親衛艦隊、潜水艦隊の力を今ここでね。大嫌い。それで本気なの？すごいな、このカットインが強力なんだよな。20ミリ連装機銃が裕福ない。それで本気なの？初めてですね、3連続カットインが出たのは、あと17まで譲ってくれました。うん。さあ、野艇のね、発進もしたけども、カットインを発動せず、あと1が落ちない。1が落ちないよ。危ない。危ない。1残しになるところだった。今は下がってあげる。でもいい？覚えておいて。艦隊は、この力は、守るためにあるの。自分じゃなくて。強いですね。まあ、カットインも全部発動しなかったというのもあるんですけども、やっぱ発動しないとダメージがね、通らないというね、油断できない相手です。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな、アトミラール。まあ、何はともあれ、この私の戦果が第1回目はね、そうか、勝利できましたがね。気にすることはない。必然とはそういうものだ。貴様、なんだその顔は。まだ最終形態じゃないんですよね、これね。次も任せておけ。怖いなぁ。扶桑型浄土急戦艦姉の扶桑です。妹の山城ともどもよろしくお願いいたします。はい、扶桑さんよろしくお願いします。アトミラール、艦隊が起動した。あ、作戦は終了だ。まずは最初の作戦は、終了ということになりますね。続けて、準備をして出撃をしたいと思いますね。で、航空隊の連度は、ちょっと落ちてるな。まずこのままで。補給は必要だ。いついかなる時でも。召喚もなかなか4隻、5隻か。提督が2人ちょっとだけ飲んじゃった。ですね。滑走行破砕は、もうやるつもりでいます。多分ね、やらないと、とどめさせないそんな予感がひしひしとね、まあ、今の戦闘でも垣間見えましたんで、まあ、そのためにも今の最終までね削り切ってしまわないといけないので、まずはそこを、やっていかないといけないですね。よし、行こう。アトミラール、この艦隊もクリスマスは祝うのだな。このシュトーレンも悪くないぞ。この国の潜水、いいわね。よし。こういうの嫌いじゃない。作戦計画概要をご説明します。先ほどは制空権もね、確保取れなかったのがちょっと気になるとこなんですよ。
どうしようかな。ちょっと、制空値を上げた方がいいかな。もう1スロットだけ上げていく。まだ積んでるから。フルタイだな、フルタイを。トレビアン、申し分ない装備です。よし、これで。そうですよね。普通に魚雷カットインをね、耐えられるだけの走行値と持ってますから。作戦計画概要をご説明します。今のところ、タシュケントがカットインをぶつけて、最大ダメージが400出せたのは1回だけ。それ以外はカットイン出しても、100から200程度のね、ダメージしか出せてないので、多分クリティカルにならないと、致命傷を与えられないんじゃないかなと、そんな感じがしますね。なのでね、もうちょっと魚雷を増やしてあげたいところではあるんですけど、道中も対策しないと突破できないから、どうしてもそこをね、考えちゃうと、5隻で来たな。これちょっと危ないな。2隻しか落とせなかったか。低経陣で来られるとね、ちょっと最初の対戦マスでも小中破してしまう可能性がありますからね。よし、今回も対戦マスはね、できましたね。みんなありがとう。僕が一番活躍したの？そっか。よかった。同志アドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか？いや、何度でも嬉しいものさ。ここはもう、原賞ですよね。今回のね、イベントも始まって、そろそろ1ヶ月になろうかということなんですけどね。この時期のイベントをやると、必ず年末をまたいでしまうというのが、最近では当たり前のようになっていますから、年内中にクリアしたっていうのもね、今までないんですよね。なんで、年明け早々にでもね、地獄を見に行くことになると思うんですけども、そのためにも、突破してね、万全な準備をしていきたいんですけども、よし、今回は、単獣人なので、でもね、これも危ないな。迷宮を落とさないとちょっと危ないよ、これも。もう一日つけて、よし。はい。行きましょう。攻撃隊発艦始め。危ないな。どっちもコマンダンテスト狙われてますからね。この中ではやっぱり一番回避率も低いんで、まともに当たれば大破もしかねないと。やっぱちゃんと弱点ついてくるから怖いんですよね。友軍が来るまでが勝負という地獄ですね。友軍なしでもクリアしてる人は確かにいるので、
可能性は、基本的なく低いんですけども、護衛任務はお任せください。攻略できないことはないところですから、頑張っていきたいです。さみだれちゃん、よろしくお願いします。1回で、おっせんも6回目になりますね。それまで、まあ、それでもね、5回じゃない、4回は倒してはいるんでね、いい結果を残してくれてるんで、ここも、力を合わせて、頑張ってきてもらいたい。第4警戒高校序列で戦闘開始です。防衛で実は優遇なしでね、突破してる人もいますからね、そういう人たちとちょっと比べられるとね、私は、私なりの艦隊運営を、その戦力をね、最大限活かして、支援の力も借りて、海峡を突破してまで来ましたので、今回もね、使えるものは全て使って攻略をしていくと。そのスタイルに変わりはありません。敵艦隊発見。よろしい。攻撃隊発艦始め。今回は制空権確保取れず、そうですね。ペースはね、人それぞれなんで、マイペースでもね、一歩ずつ前進、そこが重要です。相手の空母をね、やってくれるな。可動機は全部出せ。よし、あとは随伴艦、第一艦隊の随伴艦もあと1隻のみ、こいつを落として、あとは第二艦隊に移ろうというところで、ここでコマちゃんもまた撃たれてしまった。あと2隻。1隻。どれでこの335。いいダメージ出ましたね。また野戦で決着をつけに行きましょう。陣営隊、戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん、行きましょう。はっちゃん、了解。潜水艦隊作戦にいればね、前段作戦は支援艦隊なしでクリアしたかったというのが本音なんですけどね。でもね、間に合わなかったんで、もう存分に買ってもらいます。今回は255の体力を残して、あとはね、本艦の力で向かっていかないといけません。よし。これだけ出るか、原章。残す。よし。いいわ。今は下がってあげる。でもいい？覚
ベールヌイで300いかないか。艦隊は、この力は、守るためにあるの。自分じゃなくて、ね。やはり強いなそうですよね。逆に支援艦隊がないとね、体力実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。300以上残ってる状態だと、アトミラール？カットイン何？がないとね、とどめさせませんよね。そうか。出ても何？気にすることは倒せない可能性がね、あるから、今回、カットイン艦を3隻も並べているような状態ですからね。おー、私は駆逐艦マックスシュルツマッよ。クス来ましたね。よろしくでもいいけれどします。よろしく。うちは全員で押し込みました。ほんとね、最後、勝てる時っていうのは、もう全てがね、こう噛み合って、作戦が成功するっていう、そういう、展開になるような気がします。そこまでに持っていくための、準備段階がね、ちょっと大変なんですけど、そこを楽しみつつ、ペースをね、自分のペースで攻略をしていければなと思います。おめマックスありがとうございます。なかなかね、マックスも大型建造で、出会うことができますけどもね、それ以外だと、こういうイベント回帰でドロップするっていうのも珍しいんですよね。もうちゃんとロックね、しておきましょう。どういうことだ？それが機関隊の流儀というわけではある。さて、おそらくもう一回倒せば、最終形態になってくれるんだろうなと思います。心配していただいて、その時にどれくらい強いのかを応援してるのかななんて怖くもあり楽しみでもありますね。ドキドキしてきた。それではね、最終形態になってもらいましょう。そのためにもう一回ね、戦いに参ります。第三作戦海域。よろしい。この機動部隊は私が預かる。機関グラーフ・ツェッペリン、抜病する。制空権がね、ちょっと取れてないのが気になるんだよな。優勢取れてれば、問題ないといえば問題ないんですけど。この制空権を取ってる取らないっていうところが、ダメージが出る出ないというところに影響しやすいので、できるだけ制空権確保するだけの制空地をね、用意したいところではあるんですけども、いかんせん空母一隻ですから、基地航空隊も合わせてね、制空地の方は調整したつもりなんですけども、ちょっと取れないな。よし、まずは潜水ます。を突破するかどうかが、ね、いつもここはね、抜けない。確認してきたら、火災前だと、都市圏との魚雷カットインで150出てませんね、と。
それでやばいな。一応、第2回忌の、報酬でいただいた、魚雷ですね。あれ使って、前々から持ってた、敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。魚雷といえばちょっと言い方あれなんですけどもね。敵艦隊発見か。よろしい。3の3最終形態でバケツがゼロになったことを記憶に新しいです。それほどですか。怖いな。今回も警戒陣じゃないですね。単獣陣なら、こちらの攻撃が当たれば、むしろ当てられるから、しやすい。というね。よかったもんね。これがね、警戒陣だと危ないんだ、ほんとね。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな、アトミラール。ここまではね、道中も、いい響きだな。いい流れで来てますね。この流れに乗って、ボスにはね、最終形態になってもらいましょう。ね。僕は白露型駆逐艦、しぐれ。これからよろしくね。兵でも硬いというんであれば、しぐれ、よろしくお願いします。さすが、前段作戦の最終ボスですからね。それに恥じない強さを持っているということなんでしょうから。なるほどな。その恐ろしさの一端をね、確認しにできます。それでは、最終形態になってもらうために、戦闘をね、開始といきましょう。待っていたわ。それで最後のね、通常状態は。存分に戦いたかったの。わかるでしょ、貴様らにも。ねえ。今回は、まだね、デモンストレーションなんでしょうね、相手にとっては。こっちはいつも全力なんで。まずはね、最終形態になってもらいましょう、これで。まずは空母一隻落としてくれましたね。接触されてるな。でもね、3隻落としてくれれば、もうこれで十分。あとは、本艦で。よし、水空権も確保できましたね。ここです。そこか。悪いね。いただきだ。いいですか？撃ちますよ。となればもう打ち合いで行くしかないんでね。熱球も怖いけども、もう本体のダメージ与えていく方が優先ですね。ここまで来れば。攻撃隊出撃。フォーバーズ。はいや。行きましょう。攻撃隊発艦始め。攻撃隊。さあグラフ頼むよ。よし、あとは追反艦一隻。そう、当てていけ当てていけ。よしよしよし、これならね、もうとどめさせそうですね。
通常形態ではね。予選に突入します。戦艦戦闘開始。陣営隊戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん行きましょう。はっちゃん了解。潜水艦隊作戦に参加します。大嫌い。どうしても抵抗するよ。20ミリ連装基準が魚雷。イオの攻撃いっちゃうよ。さてね。もう大破までには来たけど、まだ139。これを抜くには、カットインが必要ですね。ハラショー。おーし。いいわ。これでね、最終形態になっちゃいましたね。うん。覚えておいて。艦隊は、この力は、守るためにあるの。自分じゃなくて、ね。お疲れ様です。うん。ここまではね。うん、実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな、アトミラール。勝利か。いい響きだな。嫌いじゃない。ね、最後、とどめさせてくれましたね。うん。やっぱりね、カットインでクリティカルが出ればね、期待値は高い。うん。選択は間違っていなかった。軽空母、商法です。はい。ちょっと小柄ですけど、ぜひ社員提督さん、の機動部隊に加えてくださいね。コメントありがとうございます。そうですね、ついに、ラス弾になってしまいましたね。アトミラール、艦隊が起動した。あ、補給は必要だ。まあ、さっき、よしコメントにもありましたけども、よし、行こう。まあ、最終形態になった場合、多分、倒せる自信が作戦計画概要をないので、ご説明します。装甲破砕ね、やっていこうと思います。はい。そういう装甲破砕ですね。まあ、これやるためにはどうするかと、はい。装甲破砕ギミックですね。こちらは、全部で、1、2、3、4、5個かな。まあ、5箇所をちょっと攻略しないといけないんですけども、まあ、ティーマスはね、道中だから、ボスに行く途中で達成できるんでいいんですけど、問題は、アイマスなんですよね。アイマスだけは、空母機動部隊で行かないと、なんかいけないみたいなので、輸送艦隊は輸送連合でいいかなと、ちょっと編成の方ね、組みますので、しばらくお待ちください。まあ最初は、輸送連合艦隊で、第一ボスをね、攻略して、その後ね、アイマスを攻略していこうかと思います。提督が2人いってってあいつら変空天ナフト
制空値もね、なんか上がるということのようですね。うん。まあ、そうなると基地航空隊ももう一中隊強化してあげないといけないということですね。輸送連合艦隊。久しぶりだな。うん。あ、補給艦になるから、あ、そうか。それは厄介ですね。第一艦隊に駆逐艦を4隻入れないといけないので、ちょっとここは雑物だな。じゃあですマックスとネイビーの第一艦隊。そして、ここはジャーナスと第一艦隊。地中海戦隊第14駆逐戦隊抜病ジェナレストラン、レストランでは第二艦隊か。だから、第一艦隊にジャーナス。で、そして、ここは第一出撃はやっぱり高まるね。最新鋭アブレッ追求形状ガルバルディ出るぞ。コマンダンテスト抜病いたします。ボンシャンス。ちょっと、編成中です。第14駆逐戦隊抜病駆逐艦レーベルヒトマース出撃するよ。出撃か了解。メディテラニアンフリートフラッグシップラッキージューベス出るわ。ここは平準でロイテル抜病します。出るでロイテルだ。セントルイスクラス USS ヘレナ抜病出撃はやっぱり高まるね。最新鋭アブレッ追求形状ガルバルディ出るぞ。共同駆逐艦タシュケント抜病。さあ同志行こうか。ここはベールに行って了解。ベールに出撃する。大艦隊の場合は輸送艦隊の場合は、駆逐艦が3隻必要。1隻が、艦隊機関マエストラーレ出ます。いいですか。あとは従順。ザラ姉様、もう心配しないで。大丈夫。ダメだな。ちゃんと機関を務デロイめます。テルと逆にしないと。私で行く？いいよ。ザラ姉様、もう心配しないで。大丈夫。ほら、ちゃんと機関を務めます。抜病。ちゃんとね、これは確かにいい装備ね。手法装備にしていかないとね。これ焦って対空マスを閉鎖しておかないと思わぬダメージを食らうので、ちゃんと手順に直していきます。ね。待ち。早く試してみたい。じゃないな。やささん、これでラッキー。
比重を、そう。早く試してみたい。対空対戦、よし。それではまずは第一輸送ボスに対して、作戦計画概要をご説明します。ギミックを解除しに行きましょう。前段作戦、第3作戦海域、作戦要項です。輸送艦隊行くんだよね。それじゃいけないな。輸送部隊ね。あ、3隻になってる。3隻じゃダメだ。仕方ないね。ここは、じゃあとりあえず出てもらおう。従順、プリントオイゲン、出撃します。ジュエルのエン。さあ、私の作ったギャトレのエンも召し上がれ。本体に、本体に従順が入ってないので、そうだ。ここは、ここは出られたり。軽順でロイテル、抜量します。そう艦隊ね。ついてきて、出撃。ジュエルのエン。さあ、私の作ったギャトレのエンも召し上がれ。だいぶグダグダになっちゃいましたけども、まず用意が整いましたので、実用していきたいと思います。作戦計画概要をご説明します。行ってみよう。前段作戦、第3作戦海域コマンダンテスト。抜病いたします。ボンシャンス。見よう。今回は9マスね、勝利でいいので、無理せず勝利を取りに行きます。敵艦隊を発見いたしました。皆さん、ご用意はいかがですか？うらー！よく狙っていきます。無駄だね。まずはね、先制マスはこれで取ったということですね。私がメアなのですか？同志はどうらしいです。空色の巡洋艦がまた一番なのか？さあ、続けてね、道中。一番怖いのは空襲マス。ここをね、突破できれば、問題ないんですけどね。対空戦闘用意。第3警戒航行序列、連携陣で突破をしていきましょう。敵艦隊を発見いたしました。皆さん、ご用意はいかがですか？逃しはしません。あれは警報、エネミーサイト。戦闘配置、よしよし。急いで。ヘレナもね、意外とって言えばあれなんでしょうけど、対空カットインを装備すれば、私がメアかなりのね、防空能力発揮してくれますのでね。
僕。最終形態。セット。は、敵艦隊を発見いたしました。皆さん、ご用意はいかがですか？そうか、最終形態になれば、制空値が100以上あるんですね。皆さん、ご用意はいかがですか？となれば、クラーフの航空隊を2つ艦船にしてやらないといけないですね。実は結構最新鋭だぜ。本物のな。うらー。よく狙って。砲撃開始。それだけじゃなくて、第二艦隊の私がなんか駆逐艦もね、全部ですか？後期型の嬉しいです。エースになってるというのもね、これもまたクラッツェ。私がもらってい油いのか？断できないですね。悪いな。ここもね、ポイントなんで消えます。ここは S 勝利が敵艦必要で隊を発見いすからた、しました。皆さん、ご用意はいかがですか？みんな頑張ってきてね。逃しはしません。さあ、追い込むわ。こう分か。よく狙って。攻撃開始。うらー。狙うなら、従順、実は結構軽巡を狙ってけ。本物のな。よく狙って。行きます。あ、まずい。近づけるな。残しちゃった。残っちゃった。あ、ちゃんと当たってる？ね、ロイテルもね、ちゃんとこうやって、手法の命中率高ければね、すごく十分出ますんで、私がいっちゃん活躍したの？やったー。ね、乾杯していい？ほんと？じゃあ。ロイテルが活躍した。ああ、私がラッキーガールですって？全然そんなことないよ。浅瀬とか苦手だし。はい。あ、そういえば、なんか索敵地も要求されるようなものが書いてあったような気がしたけど、大丈夫かな？偵察機、足りてるかな？うい？練炭足りてるかな？大丈夫かな？足りてるな。よしよし。うい？これそれるとね、ほんと、ガバガバになっちゃうんだけど。今回は、勝利はいりません。勝利でいいので、なんとかね、勝利ください。お願いします。敵艦隊を発見いたしました。皆さん、ご用意はいかがですか？地球の海が硬いからね。初めのうちは、大したことないなぁなんて思ってたんですけどもね。結局、9回から勝利取ったのは2
回くらいしかなかったんですよね、最初の予想作戦敵艦隊をの時は。発見いたしました。皆さん、ご用意はいかがですか？それも後半からカットインに変えてね、無理やり取ったという序盤は、連撃で倒せるんじゃないかと思ってましたけど、とんでもない。それでは到底落とせないですね。もや、こんなの無理だって言ってるのに。ちゃんと見て敵艦を捕捉。攻撃開始。私、本当はちょっとしつこいのよ。ねえ。逃しはしません。支援艦隊出した方がよかったかな。砲撃開始。実は結構ここまで来たらもう信じていこれでどうだ。くしかない。あれは警報。エネミーサイよし、これでもう A 勝利は急い確定ですね。あとは、あとはやらなくてもよかったけど、一応やっとこう。最大に気をつけて。行くしかないか。ずらしっこいけど逃がさないから。そこならいいとは言えないけれど、やられた。これじゃ実は結構最新だぞ。本物のな。うらー。これ直すの時間かかりそう。もう。しょう。おお、倒してくれた。砲撃開始。やっぱりカットイン出ると違うな。僕が一番活躍したの？そっか。よかった。はレベが MVP でしたね。同志アドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか？いや、何度でも嬉しいものさ。原章。しょう。よし、これで、一つ目ね。一つ目のギミックが完了となります。白艦一番艦白露です。また芋を食べてますね。一番艦です。白つゆ、よろしくお願いします。うい。これで、K マスと J マスと Q マスが完了。あと I マスですね。それは空母記録外。さてと、そしたら、また編成を変えないといけない。で、ルシー。I appreciate your kind. よし。波及は万全。次は何？船団護衛？さらに軽順は1隻以下。駆逐艦も低速混合で、低速も入れないといけないか。というとは、そうか。ガングートの速力を落とせばいいのか。空母はもう一隻必要。またお尻なの？やだ、お洋服が。もう。やばい。小さな損傷でもちゃんと直していかないとね、少しシャワー浴びるわ。ハイダメージにつながりますから、ね、ちゃんとすぐ直すから。修理をしていきましょう。で、第一艦隊を、第一艦隊一回解体して、第一艦隊を、航空母艦グラーフ・ツェッペリン出撃する。リヒテンでサンカース。第一艦隊には、平準を入れられないか。空母は、そしたら、これはもう満を持して、アークロイヤルに出てもらおう。アークロイヤル抜10秒。日と9時間は、ちょっと待って、出撃か。
で、了解。駆逐艦レーベル1マース出撃するよ。第二艦隊も、練習航空巡洋艦ゴトランド抜病します。行こっか。セントリースクラス USS ヘレナ抜病する。さあ出航よ。これでいいか。これで関空洞を計測にすればいいのかな。3隻以上から、艦隊出撃する。私に続くがいい。戦艦ガングーと抜病だ。偵察機を搭載させて、原将いいな。これに送りたいか。Your kindness is much appreciated. Japanese Navy airplane? ほう、なるほど。あとは、There's no one 搭載 here. そして、ちゃんと飛行方角をね、載せないとね、出撃できないので、これをくださいと。どういったか、こういったか。装備が迷子になってる。あれは、区分が、これは、Your kindness is much appreciated. Japanese Navy airplane? ほう、なるほど。よし。これで空母機動部隊。いいかな？空母機動部艦隊は、空母が2隻が最低必要。第2艦隊には、準駆逐艦2が最低です。あとは、と思ったら、そうか。平準2隻をそもそもどちらにも許されない。共同駆逐艦駆逐艦しかないな。抜病。さあ同志行こうか。地中海戦隊第14駆逐戦隊抜病。ジェームス出撃します。で、下。支援艦隊も出せるし。道中を出して、よし。そして、作戦計画概要をご説明します。艦隊はさすがに今回はきついから。
よし。それでは、緊急解除ね、ご説明します。行ってみましょう。前段作戦第三作戦海域よろしい。この機動部隊は私が預かる。機関グラーフ・ツェッペリン抜病する。さあ、まずは、対戦マスね。いつ来ても対戦マス油断できないですけどね。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。決裂ぞ。これでどうぞ。無駄だね。シュート。外れた。なんていう風。やったー。縁起がいいよ。勝てるよ。だから痛いって。これでどうぞ。乗していくよ。という感じだったけど、ジャーナスがね、ちょっと被弾しちゃったけど、なんか、最後まで持ちこたえて、お願い。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。同志アドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか。いや、何度でも嬉しいものさ。原章。あ、次のね、次のポイントに行きましょう。今回のイベントでは実は初めての空襲ポイントに来てしまいました。どうかな。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。決裂ぞ。トントンなんか飛んでくるのかな。ね、敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。今です。決裂ぞ。まだちょっとずつ削られていくな。ね、目的地までたどり着いてくれることを、みんな頑張ってね。同志アドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか。そうですね。いや、ギミックもオンパレードのね、原章。様子を呈してきましたけどもね。まだ講談作戦に関してはあまりチェックしてないので、ここは、目の前のね、ギミック解除に全力投球という感じで出撃しております。ここまで来るとね、無傷で突破なんていうのはもう虫が良すぎるんで、なんとか、みんなでこうカバーし合いながら前進していくしかないですね。オーラのダメージをましたけども、なんとか、最低限でね、乗り切れましたね。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。同志アドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか。いや、何度でも嬉しいものさ。原章。あ、よかった。原章。間違ったな。もしかしてルート間違った。やらかしたかな。敵艦隊発見か。
よろしい。攻撃隊発艦始め。決裂ぞ。攻撃隊出撃。フォーバーズ。敵艦隊を追撃します。第5戦速突撃します。ついてきて。よし、いいぞ、畳み込め。実は結構最新鋭だぜ。本物のな。ここで、さすがにこれは恥ずかしいな。私本当はちょっとしつこいのよ。ねえ、南西の風。やったー、絵にこれでどうさ勝てるよ。しまった、そうか。ほらもう駆逐艦多すぎたんだ。ああ、負けません。そのはずです。攻撃隊そうか、そうか。出撃。フォーバーズ。敵艦を捕捉。攻撃開始。ふう、逃しはしません。そうか。駆逐艦と解剖艦が3隻以下にしないといけなかった。重くしなくちゃいけなかった。ボーラですか？ボーラが一番なんですか？勝利のビッシュ、飲んでもいいですか？何？この私の戦果が。あ、そうか。でもね、何？ちょっと私編成間違ってましたからもう、目的地につけなかったですね、初めから。あ、これはやってしまった。今ので、一応ティーマスで勝利取れたんで今なったんですよね。だからアイマスに行かないといけないから、そうか、従順出されてくれる。補給は必要だ。スパシーバ。よし、補給は万全。次は何？不死鳥の秘密は修理のタイミングにもあるんだよ。修復作業に入ります。平準が1隻しか、1隻以下だから。ちょっと汚れちゃった。シャワー浴びていい？提督、大丈夫。ほら、もうお風呂の時。少し偽装と体を洗いたい。問題ないか？ふん、大した傷ではないが一応な。なかなか地味に編成が少しシャワー浴びるわ。縛られます。汚れた。大艦隊の駆逐艦は3隻にしておいて、第一艦隊の方をどうにかしなきゃいけないから、プリンツを入れ従順、て、プリンツオイゲン、出撃します。あと2隻必要か。ということは、どうすればいいんだこれは。従順が2隻必要になる。逆に入れなくてもいいか。それでも第一か。戦で第一艦隊。ガンクード第一艦隊ですか。艦隊出撃する。私に続くがいい。ステラ姉様、もう心配しないで。大丈夫。ほら、ちゃんと機関を務めま。アトミラール、この艦隊もクリスマスは祝うのだな。このシュトーレンも悪くないぞ。多分大丈夫かな。
な。高速。よし、ちょっとわからない。これでいってみよう。来やすいな。従順2隻の枠を埋めることができないので、心配はいらない。なので、ここは外していこうかと思います。ガイマス戦力って、これなんだ。戦艦いたような気がする。大丈夫だな。大丈夫だ。戦える。作戦計画概要を前段作戦第三作戦海域作戦要項です。本作よろしい。今度こそ。この機動部隊は私が預かる。どうぞ。機関グラーフ・ツェッペリン抜病する。ちょっとね、ルートの方を調べておけばよかったんですけども、そこまで調べてなかったかな。これでどうだ。南西の風、やったー。縁起がいいよ。きっと大丈夫。短いか。これでどうだ。南西の風、やったー。縁起がいいよ。勝てるよ。一本だけ飲む。かわして。よし。逃しはしません。ウィ、行きましょう。攻撃隊発艦始め。よし。ここはね、限りなく無傷で突破できればいいので。私がメアなのですか。同志アドミラル、嬉しいです。空色の巡洋艦がまた一番なのか。いや、何度でも嬉しい。さあ、ここからはウシューマスの連続になるのかな。場合は、敵艦隊発見。F マスから、よろしい。から行くのは、攻撃隊発艦始め。総護衛隊がいい。それが1。1位で、敵艦隊発見。1位から、よろしい。攻撃隊発艦始め。1位から、決裂と。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。同志アドミラル、空色の巡洋艦がまた一番なのか。ちょっとここだけ複雑ですね。戦艦空母5隻以上の場合で高速統一なら H。それなりはです。高速以上、統一です。平準2隻以上です。攻撃隊発艦始め。だから駆逐艦解剖艦が4隻以上です。だから、それ以外は H か。これが一番。発艦始め。決裂と。納得のいく、ルートですね。
戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。どうしよう、アドミラル。実を言うと、空色の巡洋艦がまた一番なのか？タイプを外してしまっているので、空襲がね、ちょっと危ういんですよね。もう抜けられるかな？大丈夫かな？シマスから会いに行くには、敵艦隊発見か。計測を含めれば間違いなくいくな。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。ちょっと、対空をおろそかにしてきちゃったんですけども、なんとかみんな突破してくれました。本当にありがとう。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。どうしよう、アドミラル。空色の巡洋艦がまた一番なのか？いや、何度でも嬉しいものさ。あとはここね、アイマスに行って、勝利を取っていきましょう。和第4警戒高校術。全艦、戦闘開始。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。攻撃隊出撃。フォーバーズ。敵艦隊を追撃します。第5戦速突撃します。ついてきて。これでどうだ。でも、もう、これで帰れるのでね。ダメージは多少受けてもいいので、本物のな。無理合っていきましょう。ビデオ先頭に単純人になって。本気でいくよ。これでどうだ。よし。それで、ギミックは解除となりましたね。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。クラッツェ。私がもらっていいのかい？悪いな、みんな。そういうことだから。やったぜ。やったぜーって。いいですね。足柄よ。蓬莱激戦が得意なの。よろしくね。はい。足柄さんよろしくお願いします。で、ギミックはね、なるほどな。解除となりました。さあ、いよいよね。スパシーバ。助かるよ。よし。補給は万全。次は何？ボスマスに行くことになりますね。ちょっと用意をします。航空母艦グラーフ・ツェッペリン出撃する。リヒテンでサンカース。戦をね、もう一つ。ナーグー。良い機体だ。真空値393。第2艦隊。了解。ベールに出撃する。そして、第2艦隊。原章。速力いいな。を高
速に設定。よし、3本積みにしよう。うん。詰めそうなのは、そう、5連装マックス。スパシーバ。どうしありがとう。確かこうだよね。火力は見ていくか。原章いいな。で台は、アップと、早く試してみたい。ユーザーさん、これで行ってみましょそうですね、ここからが本番ということになるんで、装備の、う。ラッキー、する。なんだこれ、プリンツもカットにしちゃうから、もう。よし。しよう。ダンケダンケダンケグッそうちょっと入れるフィールグリック。ダンケダンケ。ブランドは、大した傷ではないが、一応な。少しシャワー浴びるわ。汚れ。少し偽装と体を洗いたい。問題ないか。エクスキューゼモ。申し訳ありません。スパシーバ。あとは基地航空ね。作戦計画概要をご説明します。渋滞。確実に、制空権を取りに行きますね。うん。どういうことだ。準それは備は機関隊の流儀というわけではあるのか。整いましたね。説明を願ただね、まあ、お時間もだいぶ過ぎていましたので、まあ、今日はこの1回勝負でいきたいと思います。これで今日はね、勝負をしてみたいと思います。あとは、まあ、その時考えることにしてね。見てくれるかなというところですね。は、追撃の用意をします。作戦計画概要をご説明します。いいわね。よし。ごめんさん、ファイトありがとうございます。ファイトで行きましょう。こういうの嫌いじゃない。作戦計画概要を
ご説明します。何回確認しても、と印鑑隕石か。す作ごいな。戦計画概要を前段作戦第三作戦海域作戦要項です。本作戦海航空母艦グラーフ・ツェッペリンさあ、出撃する。まずはね、リーシュテンデンサンカーボスに行かないことには始まらないので、そこまで進撃をしていきたいと思います。まずは対戦用意。戦闘開始です。敵艦隊発みんな頑張ってきてね。見。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。原賞ダーウェイちゃんと見てた？うわ、危ない。危ない。実は結構最新鋭だぜ。本物のなけど逃がさないか。攻撃開始。ふう逃しはしません。これでどうだ。有効かな。お願い。まずは、活躍したの？まずはね、目線マスそっか、飛ばしていきましょ勝利か。いい響きだな。嫌いじゃない。う。ではね、ここも事故る時もありますけども、今回はできるでしょう。うん。みんな頑張ってきてね。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。敵艦隊発見か。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。いいですか？撃ちますよ。実は結構最新鋭だぜ。あんまり、ここはダメージをもらいたくないとこだけど、うん。痛快だな。ウィン行きましょう。ファイヤー。攻撃隊発艦始め。開始。これでどうだ。よし。これで抜けられる。よし。狙って砲撃開始。ここまではね、うん。プラッツェみんなの力で、私がもらっていいのかい？ね悪いなみんな。ま、そういうことだから。取り付けましたね、これで。この私の戦果が。そうか。何？気にすることはない。必然とはそういうものだ。ようやく、すべての準備は整いました。うん。なるほどな。それでは、第4警戒高校序列。うん、さあ、どれほどの強さなのか、見せてもらいましょう。戦闘開始です。
みんな、頑張ってきてね。セリフが完全に変わっておりますね。よっしょ。では、行きましょう。敵艦隊発見。よろしい。攻撃隊発艦始め。蹴散らすぞ。とかね、制空権は優勢取れましたね。追撃頼む、支援艦隊。行ってみようか。なんとも言えない。オーラの特にね。ザラ級戦場攻撃戦は負けません。そのはずです。まだ私実は結構最新鋭だぜ。本物のだけどもう撃たないでから攻撃隊出撃。ね、ここは数を減らしていくしかないんで、おい行きましょう。はいや攻撃隊発艦始め。攻撃隊出撃。フォーバーまずはね、空母一隻。沈みはしねえけど姉貴に見せるからねえぜ。危ない、タシケントに。オーラのザラ級戦場攻撃戦なら負けません。行きましょう。攻撃隊発艦始め。第二艦隊に飛艦を落とせればね、これでどうだ。いいんだけど、有効かな。お願い。ファイヤー。さあ行こうか。無駄だね。よし、あとは日本艦をね、蹴散らして、ここからですね。いけるか。ね、支援艦隊もあるし、なんとかみんなで勝ってくれ、お願い。陣形隊戦場海域に到達しました。これより友軍を援護します。皆さん行きましょう。はっちゃん了解。潜水艦隊作戦に参加します。大嫌い。浮上しても抵抗するよ。持ち帰ってよし、これで丸裸だネズミな。あの演奏とは基準が機関のみ。イオの攻撃いっちゃうよ。おー、300。さすがで、さすがのダメージ。でもまだ決着はついていない。原章原章を、ドッガーンと。みんな、ありがとう。うん。なんでこの手を取るの。あなたはそうなの。じゃあ私ああ、よかった。あ、一応ソロプレイヤーさん、作戦成功めです。こめありがとうございます。みんながやってくれました。うん。実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。アトミラール。制空値もね、上がるっていう、アドバイスももらってたんで、やっぱりね、制空権を取らないと、
満足に疑いなかったと思うのでね、本当ありがとうございます。勝利か。いい響きだな。嫌いじゃない。ベルヌイ、最後ね、カットイン決めてくれたね。本当にありがとう。航空母艦蒼龍です。空母機動部隊を編成するなら私もぜひ入れてね。総流もね。うん。から出番がやってくるから、ちょっと待っててね。うん。では、再起報酬をいただいて、まずは勲章を2つですね。で、大切、回収ネジ、8個手に入れました。で、新型黄金並走資材を2個ですね。うん。今回ね、新たな陸上、これは爆撃機なのかな？うん。ゲットですね。ちょっと、まだこの機体に関しては全然調べてないんで、後で調べておきます。これが噂の命中率が高いと言われている手法ですね。上で喧嘩してるのが、例の二人組とかいうことなようですが。星5ですもんね。これは強力な手法です。ノースキャロライナクラス USS バロシップワシントン着任。あなたが私の提督ってわけか。しっかりした指揮をお願いね。ワシントン、よろしくお願いします。なんか長かったようで、あっという間でしたけどもね、ようやく、簡単にも来てくれました。よろしくお願いします。PQ17 船団護衛作戦を淡水セリ、欧州方面に展開した我が連合艦隊と基地航空隊は PQ 船団の護衛作戦を実施。見事大規模輸送船団の護衛作戦に成功せり、我が艦隊の勝利です。ようやく前段作戦がね、終了しました。提督おめでとうございます。欧州方面に展開した我が連合艦隊と基地航空隊は、大規模船団輸送作戦の護衛作戦を実施、これを成功させ、両方面の防衛の維持強化に成功せり、欧州船団輸送作戦成功、我が艦隊の勝利です。提督の率いる連合艦隊及び基地航空隊は、欧州方面での数時にわたる大規模輸送船団輸送の護衛作戦に見事完遂せり、我が太平洋戦線での船団強行輸送作戦、拡張作戦への参加可能です。行動作戦ですね。はい。次の作戦海域の攻略が可能です。出ましたね。ルソン島沖のオルモック、竹の輝き。でもね、とりあえず今はこの海域の攻略が終わったことで一段落しました。皆さん、最後までね、お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。ちょっと予想よりもだいぶ時間過ぎちゃいましたけども、正直今日、攻略する予定ではなかったんですけども、予想よりも、ね、いい結果になったことは、本当に喜ばしいことなので、本当に、
なお疲れ様です。それでは、最後にね、いつものコーナーをやって、いきたいと思います。今日は何の日ですね、コーナーをやっていきます。ちょっと用意しますので、お待ちください。空母93突破、おめこめありがとうございます。なんとかね、ここまで来ることができました。ここからはいよいよ、ね、横断作戦になりますけども、それまでちょっと準備をしたいのでね、少々お待ちくださいただければと思います。それでは、今日の何の日コーナー始めていきたいと思います。本日12月25日はですね、スケートの日となっております。1861年、文久元年のこの日、北海道函館に滞在していたイギリスの軍人であり、貿易商であり、探検家であり、動物学者のトーマス・ブレーキストンさんがね、日本で初めてスケートをされたとされる日だそうです。この方、幕末から明治期にかけて日本に滞在して、津軽海峡における動物学的の分布境界線の存在を指摘した人物でもあるそうです。この境界線は後にブラキストン線と命名されました。この発見を記念して函館山の山頂にはブレキストンのベリールをはめ込んだ石柱が建てられています。ちょうど今石柱がね、スライドで見ることができるんですけども、函館にもしね、行くことがありましたら、この石柱、ブレイキストンは20年以上にわたって函館に暮らし、貿易商として函館の発展にも貢献した人物ということになるそうです。今日はクリスマスっていうこともあるので、なかなかこのスケートの日というのは認知されていないのがちょっといずれなんですけども、本日は12月25日スケートの日を紹介させていただきました。本日は、多聞丸の、これ、前段作戦 E34 ノルウェー北岬沖北極海 PQ17 船団護衛せよの、占領ゲージ破壊になっちゃいましたけども、無事に作戦終了となりました。次回はね、いよいよ砲弾作戦を挑んでいくことになります。苦しい戦いになると思うんですけども、最後までね、皆さんと一緒に、攻略の方、楽しみつつ、やっていきたいと思いますので、次回も、一緒に、これ楽しんでいきましょう。本日は、
最後までご視聴本当にありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。24のね、検討もやりますということで、次回も頑張りますので、よろしくお願いします。それでは、これで失礼いたします。じゃあね。